こんにちは、東京ベジライフのなつきです。先週今週とこちらの Q&A 動画のためにたくさんのご質問をお送りくださり、どうもありがとうございました。今日はいただいた質問をお答えしていきたいんですけれども、大きく分けて、田舎暮らし、キャリア、仕事、ヨガ、あと食っていう4つのカテゴリーに分けてお答えしていきたいと思います。まず高校生の方からのご質問で、将来山に住みたいとかビジョンを描いていらっしゃるらしいんですけど、なかなかそこに向かってどういうふうに進んでいっていいかわからなくて焦りを感じているっていうご質問です。でまず、高校生の方っていうことなんですけれども、私が高校生の時は、その当時アメリカに留学していたんですが、将来のことなんて本当何も分からなかったですし、アメリカにいてそのままアメリカに居続けるのか日本に帰るのか、そういう住む国、住む場所っていうのも分からなかったですし、もう職業のことなんて全然分からない状態でした。で10代の頃っていうのはこれから何十年っていう人生が待っていて、でそれについて楽しみワクワク感じることもあれば、逆にすごく不安になることもあると思うんですね。でも先を見るのではなくて、本当に今を楽しむべきだと思います。なんでかっていうと、その時この時っていうのは今しかないんですね。で興味が湧くことがあったらいろんなことに挑戦してみるといいと思います。でもちろんやってみてうまくいくこと、うまくいかないことってあると思うんですけれども、失敗こそ本当に人生の後の方で後々絶対経験が糧になってくると思います。で私がいつも考えているのは Everything happens for a reason っていうのは、全てが起こるべくして起こっているっていうことなんですね。だからあなたが今将来のビジョンを描いていて、でそれに向かってじゃあこれをちょっとやってみようかなとか、そういう考えること、そして行動を起こすっていうことが最終的には何か寄り道に見えたとしても何かの形でつながっていくと思います。なのであまり先のことを考えずに今を考えて、肩の力を少し抜いて、そしてやりたいことをやってみて楽しむ。若い時に少し寄り道をしたとしても、もう時間はたっぷりあるので全然大丈夫です。で田舎暮らしに関しては何人かの方からいろいろここが難しいんじゃないですかとか、場所選びはどうしましたかとか、そういったご質問もいただきました。いただいたご質問を読んでいて思ったのが、皆さんちょっと固く考えすぎているのかなと思って、で移住っていうふうにもうきっちり決めて考える必要はあまりないのかなと思っていて、セカンドホームを持つっていうふうにちょっと軽く見方を考えて変えてみるのもいいんじゃないでしょうか。お試しをしてみるっていうのもすごくいいと思っていて、私もこのお家を建設する前に去年の夏と、冬までですね、もうちょっと上の方の両親の家の近くにお家を借りて、たまたまちょっとご縁があってお家を借りることができたので、そこで借りて東京と長野と行ったり来たりするっていう生活を経験して、お試しっていうのをしてみました。で今のこちらのお家も、家を建設し始めた当初は実はそういう長野と東京を行ったり来たりする予定で、セカンドホームっていう形で建てたんですね。ただ家が建ってみたら、コロナの状況とかもあって、で6月末に私は引っ越してきて、ずっとこちら長野にいる状況です。で今私が住んでいるこの地域も含めて、日本の田舎というか山の中とか自然の中には、使われていなくってすごくもう破格で売られている別荘ってたくさんあるんですね。で私の姉はそういった中古の、別荘を買ってそこに住んでいて、ですごく満足していますし、私たち夫婦も最初はそういった戸建ての、中古の、山荘っていうのを見ていました。
ただ私たちはやっぱり自分たちの理想の家を建てたいっていう気持ちがすごく強かったので、結局中古ではなくて新築で家を建てることにしたんですけれども、でもそういった中古のお家を200万円とか300万円とか破格の値段で買って、そして普段使わない荷物とかをもうそちらに置いてしまって、でそしたら東京かわからないですけれども、普段お仕事をしていたりとか住んでいる町の住まいっていうのはかなりダウンサイズして小さなマンションにして、家賃とかも抑えられるかもしれないですよね。それで山荘の方、別荘の方でセカンドホームとして週末過ごすっていう、そういうライフスタイルもありなのかなと思います。なので移住っていうふうに考え始めると、あれはこれはどうなのとか、いろいろ難しく考えしすぎてしまうような気がしているので、特にお子様いらっしゃって子供がいて、で学校はどうするのとかいろいろありますよね。なのですぐに家を建てるとか家を買って、でそこに引っ越してしまう、移住してしまうっていうのではなくて、週末セカンドホームとしてリラックスしに行く、息抜きしに行くっていう風に最初はそれから始めて、でだんだんとこっちの生活も大丈夫そうだなっていうことになったら本格的に移住する、引っ越しをするっていうのでもいいんじゃないかなと思います。で山の中で暮らすっていうことについてはもちろんメリットとデメリットがありますし、正直向き不向きもあると思います。で私の場合はもともと内向型ですし、一人でいても全然大丈夫なんですね。別にもともと友達の数もそんなに多くないですし、であと虫とかも、東京にいる G のつく虫とかすごく苦手なんですけど、でもここにいて刺したりとかそういう危害を与える虫とかは正直怖いですけど、でも他は別にすごいいろんな種類の虫がやっぱりいるんですよ、山の中なので。でもそういう虫とか見て面白いな、こんな見たこともない虫がいるみたいな、結構面白いなって私は思うんですけど、でも旦那さんは虫すっごく苦手なのでたまに虫がいるとヒャーヒャー言ってますけど、でもしっかり網戸を閉めていればあんまり虫がなんていうんですかね、家の中にたくさん入ってくるっていうこともそんなにないので、そこはどこまで許容範囲というか、どこまで自分がOK かどうかっていうことによると思うんですね。で私たちの場合は以前に動画で、なぜこの土地を選んで山荘家を建てることにしたかっていうことをお話ししたんですけれども、両親がもともと別荘として山荘を持っていて、で私も小さい頃からここにたびたび訪れていて、なので土地に馴染みもありましたし、両親が何年か前からそちらの山荘の方に移住をしてきていて、なので何かわからないことがあれば両親を頼れる、手伝ってくれるっていうことがあったので安心して、ここがいいなっていうことで、お家を建てました。なので、私たちの場合は全く知らない土地で一から家を建設しましたっていうことではなかったんですけれども、でも周りに住んでる方たちっていうのは、大半が全然知らないところから土地勘とかなかったけれども家を建てたとか中古の家を買ったとか言って、でセカンドホームとして別荘として使っている方もいらっしゃいますし、もう隠居とかされていてほぼほぼこちらに住んでいる方とかもたくさんいらっしゃいます。なので場所についても、自然と一言に言っても海もあれば山もあれば、山の中にも、いろんな山がありますよね。でそれぞれもちろん特徴があって、同じ山の中でもこの土地の方が、自分の中で何を優先するかだと思うんですけれども、この土地の方がいいとかこっちの方がいいとかあると思いますし、あとその冬の厳しさ、どれくらい雪が降るかとか、そういういろんな違いがあるので、いろんな土地を見てみて、いろんな場所を見てみて、それで自分に合いそうだなと思うところ
にすればいいんじゃないかなと思うので、そんなに焦る必要はなくて、時間をかけてゆっくりいろんなところに行ってみて、いろんな地域の民宿に泊まったりとか、お家を借りられる機会があれば借りてみたりとか、そういうふうにして場所を選んでみるのはどうでしょうか。香港在住の方からのご質問で、都会に住みながらもなんていうんですかね、心を落ち着けられる方法というか、ライフスタイルについて何かアドバイスありますかみたいな質問なんですけれども、私ももちろんずっと東京に住んでいましたし、そういう中で都会に住んでいて自然をお家に持ってくるっていうのもすごくいいと思うんですね。例えば部屋の中で観葉植物をいっぱい育ててみるとか、あとベランダ、バルコニーがあればそこで小さなプランターとかでハーブとか野菜とか育ててみたり、花壇を作ってみたりとかで、私も東京に住んでいた時にベランダにテーブルセット、IKEA のテーブルセットとかを置いて、そこで朝ごはんを食べたりとか、やっぱりちょっと少し緑があるだけでもすごく、心がなぜか安らぐんですよね。なのでそれはすごくおすすめですし、あと都会の中に住んでいても静かになれる場所っていうのを見つけるとすごくいいのかなと思っていて、お家の中の一部屋かもしれませんし、お気に入りのカフェとか、図書館とか、そういう静かに読書をしたりとか、心を落ち着けられる場所っていうのを探して、そういうところで心を静かにする習慣っていうのをつけるといいかと思います。で、次のトピックとして仕事とキャリアについて、キャリアチェンジについていくつかご質問をいただいているんですけれども、私はサラリーマンの時に転職を何回かしたりとか、あと業界を全く違う業界に変えたりとか、あとはそのサラリーマンからフリーランス自営に転向してとか、そういういろんなキャリアチェンジを経験しているんですけれども、で今振り返ってみると、あの時にああしてればよかったかなとか、もうちょっとこうしてたら広がりがあったかなとか思うところはあるんですね。ただ基本的に全く後悔っていうのはなくて、で私は性格的にこれと思ったら後先考えずに前に突き進んでしまう性格なので、周りの人から見ればもうちょっとあの会社にいれば今頃パートナーになってたのにとか、もっとお金稼げたのにとか、もったいないよねとか、そういう見られ方ももしかしてあるかもしれないんですけれども、やっぱり究極的には自分がどうしたいか、自分がどういう生き方をしたいかだと思うんですね。で仕事をするからには何かそれに対して対価っていうものが得られるものっていうものがあるはずで、それはもちろんお金は大きいですけれども、その他にやりがいであったりとか達成感であったり、そういうポジティブなエネルギーっていうのもあると思います。なので、仕事をすることによってそれに見合った対価を得られているっていう風に感じているのであれば、無理して仕事を辞めたりとか変える必要はないのかなと思います。私にとっては、サラリーマンの頃はいくらたくさんお金をもらってもエネルギーをすり減らしていたというか、心はどんどん貧しくなっていってたんですね。なので仕事を辞めるっていうことはそんなに難しいことではなかった。でももちろんお金がないと生活はできないので、必要最低限の収入であったりとか貯金は確保しながら、どれぐらい自分の心を豊かにできるかっていうことが重要なのかと思います。もちろんたくさんお金を稼げて、でしかも自分のやりがいを感じることができていれば、それはすごく理想的なんですけれども、なかなかそううまくはいかないので、やっぱり完璧ってことはないと思うんですね。なので、譲歩しながら自分の中でのバランスを見つけていくことが重要だと思います。で私は性格的に決めたらもうパッとやってしまうタイプなんですけれども、でも多くの方は、石橋を叩いて
もう一回叩いてみたいな方がほとんどだと思うので、でもそれが全然悪いっていうことではなくて、悩んでいろいろ問題を抱えながら悩んで、そして出した答えっていうのは後悔しないと思いますし、それがうまくいかなかったとしてもまたその時点で悩んで、そしてまた新しい答えを探していけばいいと思います。次のご質問は手作りの作品を販売されているクリエイターさんからのご質問で、最初の質問が、どの時点で私が東京ベジライフに自信を持って突き進むことに決めたかっていうご質問なんですけれども、この時点でもうこの東京ベジライフで行こうみたいな決心したっていう、そういうのは別にないんですけれども、でも少し前にちょっとしたきっかけがあって、あるベンチャー企業の、面接に行ったんですね。面接に行くぐらいなので、このまま東京ベジライフ続けていくか、ちゃんとした仕事をするかどうしようかなって考えていた時でもあったんですけれども、その、ベンチャー企業について結構面白そうなことしている会社だなと思って、それで面接に行ったんですけれども、その面接の後に思ったことは、いくらこの会社がすごい面白いアイディアを持っていたとしても、結局そのアイディアっていうのは私のアイディアではなくて誰かのアイディアなんですね。でそしてあとその仕事をするのは私である必要はないなっていうことをすごい思いました。一方で東京ベジライフっていうのは、私のアイディアとクリエイティビティで作り上げているもので、私がいないと成立しないものっていうふうに思った時に、いくら面白いアイディアを他の人が持っていたとしても、もうそれに乗っかっていくっていうことはできないなっていうふうに思いました。TBL を広げていくために宣伝面で努力したことなんですけれども、東京ベジライフを宣伝しようとか広めようと思ったことはないんですね。もちろんよりたくさんの方に動画を見ていただいて、そして動画がきっかけで、何気ない日常の中で何か新しい発見であったり気づきがありましたっていうことになればすごく嬉しいですけれども、チャンネル登録者数を何十万人にするために何かをしようとか、そういうことは全く、していなくて、逆に今登録してくださっている方にとってどうやったらより良いチャンネルにできるかっていうのをいつも考えています。なので、ご質問くださった方は手作り作品を販売されているっていうことなんですけれども、今までその作品を買ってくださったお客様にどれくらいそのブランドの価値観であったりとか世界観が伝わっているのかっていうのが重要だと思います。そういった既存のお客様が本当にブランドを気に入ってくださっていたら、リピートっていう形で買っていただいて売り上げに貢献いただくっていうのはもちろんあるんですけど、それ以外にいろいろなところで、SNS でシェアしてくださったりとか、ご友人とかに、このブランドすごいいいわよっていう感じでご紹介してくださったりとか、そういう人のつながりで広がりっていうのが出てくるので、そういう広がりっていうのは、表面上の広告とか宣伝とかマーケティングよりも絶対効果があると思うので、強い顧客基盤が築けると思います。で次のトピックとしてヨガについてなんですけれども、ご質問は、なかなか上達しなくて心が折れそうになるときにどうしたらいいですかみたいなご質問で、ヨガを始めた時っていうのは特にすぐに結果が欲しいっていうふうに思ってしまいがちで、何か一つポーズができるようになるとその達成感であったり満足感に依存してしまうというか、中毒になってしまって壁に突き当たると、なんでこんなに頑張ってるのに全然前に進めないんだろうっていうふうに思ってしまうんですね。ただヨガの哲学の中、ヨガの教えの中であるのは、努力をした先にある結果、果実っていうのは自分のものではないということです。
ヨガに関わらずに努力の先の結果だったり果実のために努力をするっていうふうに思いがちなんですけれども、やっぱり努力のプロセスっていうのが重要なので、自分のエゴを満足させるためではなくて、プラクティスに本当に身を捧げる、身を委ねるっていうことができれば、先のことを考えずに今この瞬間に健康で練習できているっていうことに感謝の気持ちを持てるので、自分のエゴから解放されてすごく気持ちが楽になると思います。で、他にもヨガについてどういった練習をしたらいいですかっていうご質問をいくつかいただいているんですけれども、もうこうした方がいいっていうのは一つしか言えなくて、とにかく継続してください。どのポーズができるようになったっていうことよりも、練習を重ねていく中で、その中で見えてくること、発見できることっていうのが本当の意味で自分を成長させてくれると思うので、とにかくできる範囲で継続していってください。で、最後のトピックで食についてなんですけれども、まずはビーガンの、食生活について、周りの理解をなかなか得られないであったりとか、お肉とかお魚の味が好きすぎてなかなかビーガンになりにくいっていうご質問をいただいているんですけれども、ビーガンになろうと思った時にそれぞれいろんな理由があると思うんですけれども、ビーガンになろうと思っているからには、そこに何か価値を見出しているからですよね。で、一方で例えば、大好きなお肉お魚が食べられなくなってしまうとか、周りの人からちょっと煙たがられるとか、そういう、ビーガンになることによるデメリットっていうのもあると思います。なのでやっぱり単純に自分の中でそのビーガンになることによるメリット、価値っていうものとデメリットのどちらが上回っているかに尽きるのかと思うんですね。いくらビーガンがいいと思っても、お魚の味が好きすぎてっていう方は、完全なビーガンになることは難しいかもしれないですけれども、じゃあ逆にお肉は食べないようにするとか、お魚食べる量も少し減らしてみるとか、ストイックに完璧にストップしなくても自分の中の価値観を守れるライフスタイルっていうのを探してみてはいかがでしょうか。で、周りの人の理解に関しては、自分の中の考えがしっかりしていて、で自分がなんで、ビーガンになりたいと思っているかっていう理由が、価値観がしっかりとしていれば、それに共感してくれる人は賛同してくれると思いますし、でも理解してくれないというか、理解できない人もいると思うんですね。でもそれでいいんじゃないかと私は思ってます。自分がブレなければ周りの人は放っておいてくれるようになりますよ。私の旦那さんは最初は外では普通にお肉もお魚も食べていたんですけれども、最近は自分の健康のために菜食を実践していて、で一人でいる時も外で食べる時もなるべくビーガンだったりベジタリアンの食事をするようにしています。私の母も最初はビーガンになったっていうとどんな反応になるかすごい怖くて言えなかったんですけれども、でも、実際行ってみたらそうみたいな感じで結構あっさりと受け止めてくれて、で最初ちょっとやっぱり面倒くさがってたっていうのはあるんですけど、今では、一緒に食べる時に私のものは別にちょっとお肉とかお魚抜きで作ってくれたりとか、あとスーパーでこんなものあったよってビーガンチーズ買ってきてくれたりとか気を使ってくれます。で家族にも私がなぜビーガンになったのかとか理由を話したことはないですし、ビーガンになった方がいいよとかお肉食べない方がいいよとかそういう話をしたこともないんですね。ただ見ていて私の決心が固そうだなっていう多分雰囲気が伝わっていると思うので、そのお互いの価値観を攻撃するっていうことがないんです。で日本人はいかにして周りの人に迷惑をかけずに生きていくかっていうことをよく考えると思うんですけれども、本当に自分が信念を持っていることであれば多少一緒に食事をするときにちょっと面倒くさい事態になるぐらいの小さな迷惑はかけてもいいんじゃないかなっていうのが私の考えです。
で逆に他の人が信念を持っていることに対してオープンに許容する心を持っていけばいいんじゃないでしょうか。最後にアフターコロナで、食に対する何か考えは変わりましたかっていうご質問なんですけれども、アフターコロナというかそうですね、コロナが起こってから緊急事態宣言がされて、でその時に冷蔵庫の整理をしたんですね。冷蔵庫を掃除した時に結構加工調味料とか加工食品があるなっていうことに気がついて、でその前からも今年の1月にファスティングを行ったりして、なるべく生のまま自然のまま野菜であったり果物を体に取り入れるっていうことを考え始めていたので、加工、加熱も含めて加工に頼らずにどれくらい食事ができるのかなっていうことにはすごい興味があって、コロナがきっかけでさらに自分が普段外注している食材の加工っていうものに頼らずに生きていく生活をしたらどういうふうになるのかなっていうことにすごく興味を持ち始めました。というのも、コロナだけではなくて災害とかがあってもし供給網がストップしたら本当にすぐに食べるものに困ってしまうっていう状況になるなと思ったので、加工食品をなるべく減らしてで地元の食材を増やしたり、なるべく自然な形での食材を中心にすることで食への意識を高めています。いかがだったでしょうか。長時間お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。今日はいただいた質問について回答していく Q&A を行いました。今回の Q&A 動画を気に入ってくださったらいいねボタンとあと下のコメント欄でぜひフィードバックをお願いできればと思います。好評であればもう少し小さなグループで、よりコミュニケーションを密に取れるような形で何かオンラインイベントなどできればなと思っています。それではまた次回お会いしましょう。See you next time!